こんにちは。車のニュースの時間です。車が 1% でも好きな人は 100% チャンネル登録お願いします。もうすぐ1000人行くのでチャンネル登録してくれたらランクル買えるチャンスが来るかも。ランクル250が発売されましたが皆さんは抽選の結果どうでした？ほとんどの人が納車できるまで険しい道のりだと思います。そこで本日はそんなランドクルーザーの納期や抽選の口コミと感想を紹介したいと思います。みんなコメントと高評価頼むよ。コメント読みます。価格が高いということもあるが、販売方法やオプション設定に、という感じです。昨年8月の発表以来、ディーラーさんと情報交換させていただき、11月のモビリティショーにも実車を見に行きました。買う気満々でいたのですが、ディーラーへの割り当てが2台、購入希望者が15名、ディーラーから連絡があり、抽選の結果、9番目ですから、購入は難しいと思います。ヒントなら可能性はありますがどうされますか？っていうことでした。自分は購入後のカスタムを楽しみたいし、ヒントではちょっとと言うと、残念ですねって、正直、その抽選っていうのも自分で引いて外れたなら納得いくけど、いつの間にか抽選してたんだって感じで後味が悪い。今朝も積載車に250がたくさん積まれていました。ほぼ毎日見かけます。白、黒、サンド、ブルーなどかっこよいです。300とは明らかに違う印象。だけど骨格は同じ。試乗車を置かないのは、販売店が勝手に売りつけない手段ですか？円安。販売条件。転売防止ありますが、乗れる方は乗れるうちに楽しんでください。決して転売目的は止めてほしい。購入に関して色々と条件付けられているところもあるみたいですね。自分のところは抽選だけどほぼ購入できると思ってくださいで、グレードと好きに選べて、1年間所有権は T にしておかなければならないものの一括可能。他の条件は、下取りとコーティング。コーティングは10万以上と下取りだと買い取りより査定額は下がるのでその差額と合わせて納得できるかどうかですかね。先代がよく走っているけど、家を借りているのは8割安い TX でこんなのが購入できないように高くて良いと思う。プラドは月版5000台とか出ていたから問題ないかと。フレームも増産体制のニュース出ていたし、ランクルの世界的ブランド価値が上がっているのでそうなるよね。フレーム増産なんて考えもできなかったわ。ディフェンダーもモノコックに変身したことを考えると実需は世界的にすごいことになるよね。これしかない唯一無二の存在になりつつある。トヨタのラダーフレームはトヨタの田原工場と日野自動車の羽村工場の2カ所。田原は370、LX 等を生産していてアップ。日野の羽村工場が250の生産に当たるでしょうから、年間10万台の生産能力があるので十分作る能力はあるんじゃないかな。みんな高いって言うけどさ、冷静に考えて、今この時代に新型ランクルを発売しようと思ったら600万円でも安いと思わないか？現行のジップラングラーアンリミテッドなんか、デビュー当初400万円台だったのに、今や700万円でも買えないぜ。基本何も変わってないのに、海外では900万円でも売れる車を日本でも販売するためには、どうしても国内割当を絞って海外販売分で利益を出す必要がある。いくら日本で売っても儲けが少ないんだから当然だ。日本で900万円にしなかったのは、日本企業としてのトヨタの良心だと俺は思うけどね。プリスにクラウン。そしてこのランクル250。最近のトヨタ車のデザインは素直にかっこいいと思うよ。買える人、欲しい人はぜひ頑張って買って街中を優雅に走らせてほしい。残価設定。ゲップのみ。不要なセットパック。理不尽な下取り価格。これでないと売らない。売ってもガソリカンディーゼルを選べない。こんなのは通常の売買ではないよ。客が不要としているものを無理やり付加させるのは明らかに公正取引違反です。抱き合わせはアートなのになぜこれを素直に受け入れるんだろう？なぜ公的機関は放置なんでしょうか？法律違反を当たり前のようにするなよ。トヨタさん、あんまし調子に乗ってると BM のように後でしっぺ返しが来るよ。発売日前日の駆け込みでしたが、ガソリンなら用意できるとのことでトントン拍子で契約しました。ただ、特定のオプションをつけなければダメとか残価設定ローンを組まなければダメとか条件が多くてなんだかなって感じです。ちなみに12月納車予定らしいです。これだけ、納期が、値段がって言われるなら、トヨタもランクルシリーズ一律300万円以値上げした方が、買いたい人は絶対買う。納期は早くなると良いことになると思うけど、トヨタも利益の出る海外ばかりに売るのではなく、物価高でも日本で欲しがってる人たちにどんどん売ったら転売屋も減るし国内の消費も活発になるのでは？この車をプラドと比較して高いからそんな価値がないってコメント多いけど、コンビニで時給800円で働いてくれってのに近い感覚。僕は頑張って収入増やしたので、買いたいなって思うし注文済みです。物価上がってるから、同じものでも昔より高い金額出さなきゃなのに、
海外ではもっと高い価格ですよ。14年前発売のプラドと比較してるって、時代錯誤も甚だしいコメントが多いなと思うけどね。そうやって自分はお金払わない人に限って、給料を上げろっていうのかな。1店舗あたり年間平均を6台のデリバリーであれば、その店舗で契約した7人目は来年の納車である。13人目は2026年の納車か。そろそろ販売一時停止の情報も聞こえてきそう。トヨタ車だけはインフレ状態ですね。コロナ禍から回復した ASEAN 諸国やロシアで日本の中古車の需要も好調です。ランクル250の購入条件が海外転売屋のおかげで300やアルベルの頃より厳しくなっていることは変えてないですね。ライン増やしたって発表あったし作れるんだろうけど、国内にどれだけ回せるかでしょうか。いつになったらちゃんと欲しい車が買えるようになるんだろう。こんなことしてるのトヨタだけなんだよな。付き合いのあるトヨタに GX ディゼルを注文。ガソリンは余っているような話ぶり。ランクル300はツインターボで走りは快適だけど、同じボディサイズでノンターボガソリンエンジンじゃ、買う人少ないよね。プラドのガソリン以上にどんくさい走りしかしないのでは？ 250 の VX ガソリンの走りが遅いようですがどれくらい遅いのでしょうか？確かにディーゼルの方が力強いと思うのですがエンジン音がうるさくないのでしょうか？今の為替レートで国内向けにシフトする企業なんて、経営センスのない慈善団体みたいなもの、株主からすれば、国内ゼロで全部海外に回せよってくらいの勢いでしょ。センスのかけらもない政治家、回り回って、それに任せている国民のせいなんだろうなと切なくなるわ。高いから買わないじゃなくてプラドのエンジンだからいらない。だってプラドのエンジンだったらプラドでいいじゃんってなるからね。だから250には価値が見出せないと思いました。しかも最近のトヨタは売り方がひどい。ということでトヨタはもういらないや。エンジンが V6 だったらよかったのに。もしくは、ハイブリッド。どうしてもこのボディでは走りが遅くなる。ので、GX までには欲しい。丸目のファーストエディションガソリンを制約。ファーストエディションで丸目は 2X はディーゼルのみだけだが、ベース車両の VX ならディーラーオークションで丸目装着できるけども、国内向け27000台であれば3年目からは車が余り出すね。特に超非力のガソリン車は誰も買わなくなるよ。車重の軽い150プラドガソリンでも燃費最悪。動きは超スローまるでカメ。トヨタには切れました。購入予定は違うメーカーにします。一昔前の抱き合わせ商法と同じなのでそれに踊らされている姿は滑稽です。今一度車作りに戻るとか話していましたが、作る姿勢は良いとしても売る体制は国内最低だと思います。買ってくれってお願いされたから、注文するって言ったのにその後返事がない。どうなったのかな？半年以内の納車だって言われたから買うって言ったのに、返事が全くない。年間6万7000台生産予定です。田舎の小さい販売店で30台枠、名古屋東京などの大きい販売店で200台枠を3年で納車予定。自分は買う気がなかったけど、ディーラーさん曰く発売初日で割り当て分が売り切れましたって。日本メーカーの車を日本人が満足に買えない現実、なんだかなって思うわ。日の出作ってるみたいです。モータープールに一時期大量に置いてました。最近のトヨタは、売る詐欺だから嫌いです。売るなら、納期は何月には必ず来ます。が、普通でしょ。最近は来ないかもしれないし、来なくても文句言わない約束で値引きもありませんが、一括で買うことも1年は転売もできません。天狗になりすぎ、購入者の中に本当に欲しい人がどれくらいいるのかな？ GX はとりあえず抽選に応募したけど当たるかわからないな。買わない。買えない。ただ単にはたきたいだけの人の米を、買える。買った。世の中は買ってる人の米が駆逐してるのが面白い。欲しい人。買える人はそれだけの金出すし、待つし、人気なのもわかってるからさ。買わない。買えないんだったら黙っときゃいいのに笑い。モードのメーカーも国内ユーザーをバカにしているとしか思えない。たとえ買えるとしてもザンクレやローンで所有権留保などつけられるんじゃバカバカしくで興ざめだわ。だいたい300のボトムグレード V6 ターボより高い250のガソリン車が直4の NA エンジンなんてアホらしい。なかなかの言われようですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は必須です。